どうも、新田和と申します。このチャンネルでは、プラモデルの制作動画の投稿、ゲームなどの配信をしています。本日は MGSD ガンダムバルバトスを作っていきます。まずは素組みのキットを見ていきましょう。素晴らしい密度です。通常のキットと比較して SD ならではのギュッと圧縮されたシルエット。そこにマスターグレードを思わせる圧倒的なディティールが詰め込まれています。今回も特に改造などはしなくても十分でしょう。キット自体の良さを生かして作っていこうと思います。まずは目立つ合わせ目を消していきましょう。 MGSD バルバトスにはあまり合わせ目がないのですが、 300mm 加工砲にはがっつりと入っています。瞬間接着剤でくっつけたものがこちらです。ここからヤスリがけで整えていきます。ヤスリがけが終わりました。接着剤の跡が見えていますが、塗装すれば問題ないはずです。では次の工程に入っていきましょう。パーツの引けや傷を消していきます。600番のヤスリを使って表面を削っていきましょう。白いパーツの引けは見つけづらいのが辛いところです。本当はヤスリがけは最低限にしたいのですが、こればっかりはどうにもなりません。このまま2000番くらいまでヤスリがけして表面を滑らかにしていきます。ヤスリがけが終わったパーツはこんな感じです。600番の後は2000番相当のガンプライマーバランサーグレイ、シャイナーのバランサーホワイトの順番で処理を行っています。では塗装に入っていきましょう。まずはガンダムフレームから塗装していこうと思います。いつも通りガイアカラーの EX ブラックから塗装をしていきます。やっぱり重厚感を求めるなら黒から塗装するに限りますね。まずは2回しっかりと黒一色になるまでブラックを塗っていきましょう。お次は毎度おなじみスターブライトアイアンを塗装していきます。毎回使いすぎて気の利いたことが言えなくなってきているような気がします。黒下地のスターブライトアイアンは本当に素晴らしい重厚感なので非常におすすめです。ギラギラしつつうるさくなりすぎないのがいい感じですね。ガンダムフレームの明るい部分はパールシルバーを塗装していきます。シルバーの中でも明るい色なのでワンポイントに入れると良いアクセントになります。黒の上に塗装する都合上どうしても暗めにはなってしまいますので、パール成分だけで発色させるぐらいにしっかりと塗料をのせていきます。こんな感じになっていれば OK です。最後にガンダムフレーム全体にクリア塗装をしていきます。メタリックの塗膜保護と艶出しを兼ねているので若干厚めに塗るようにしています。とてもいい感じのメタリックになってくれました。艶消しも渋くてかっこいいのですが、個人的にはフレームも光沢にしたくなってしまいます。では外装パーツの塗装です。こちらも全てのパーツを EX ブラックで真っ黒にしてしまいます。2回に分けてムラなく塗っていきましょう。裏面を一部塗っているのは万が一塗装漏れが発覚した際に黒なら影とかに見えてごまかしやすいかなという思惑があったりします。続いて EX シルバーを塗装していきます。白の下地に黒を使うとグレーになりすぎてしまうので、一旦シルバーを挟むことでホワイトの発色を良くすることを狙っています。シルバーの上から EX ホワイトを塗っていきます。白を完璧に発色させずに下地のシルバーが生きる感じで塗装していきます。ちょっと武骨というかメタリックが浮き出たような金属的な白を目指しています。次にホワイトの上からクリスタルカラールビーレッドを塗っていきます。動画だと塗っているのがわからないと思うんですが、しっかり塗っています。肉眼で見ると光が当たった部分が赤く輝いてとても綺麗なんですよね。動画的には地味なんですが、実物を見ると結構華やかになってくれます。ではイエローのパーツを塗っていきます。この後塗装するゴールドの下地としてルビーレッドを塗っていきます。白の上では全然見えなかったルビーレッドですが、黒の上からだと赤いパール粒子がしっかりと見えると思います。金の下地には赤系の色を塗ると華やかさが増すような気がします。次はビクトリーゴールドを塗装していきます。普通のゴールドと比較してオレンジがかった色が特徴です。他のゴールドだと彩度が低いというかおとなしい感じになってしまいがちなんですが、ビクトリーゴールドはビビッドな色合いでいい感じです。かといって派手すぎるかというとそうでもないのが嬉しいところ。ガンダムのトリコロールカラーのイエローの代わりに使っても全然 OK です。次はブルーの部分の下地としてクリスタルカラームーンストーンパールを塗装していきます。
ここはキャンディー塗装にするので陰影が出やすいパールを下地にしています。発色が悪いとカラークリアが暗くなってしまうので、ある程度しっかりパール粒子をのせていきます。 GX クリアカラーディープクリアブルーを塗装していきます。ガイアのクリアブルーは水色によっていますが、こちらは濃いブルーとなっています。また顔料系のクリアカラーとなっていますので、染料系と比較すると取り扱いやすいような気がします。特にデカールを貼ったりする場合、染料系の塗料は染み出しが問題になることも多いと思います。そんな場合は顔料系クリアを使うと仕上がりが良くなってくれるはずです。赤の部分の下地としてクリスタルカラートパーズゴールドを塗っていきます。ブルーの部分と同じように陰影が出やすいパール塗料を下地にしています。そして赤の下地にゴールドを塗装すると色が明るくなってくれます。ではトパーズゴールドの上からガイアノーツのクリアレッドを塗っていきます。ゴールドを下地にしたおかげで全体的に綺麗に発色していますね。前回のエピオンでデカールへの染み出しがあったので、今回は乾燥時間を気持ち長めにとってみようかなと思っています。塗料の特性に合わせた塗装をしていきたいですね。外装パーツに EX クリアを塗装したらデカールの貼り付けを行います。今回は明日のデカール以外にガンダムデカールを使っていきます。さすがに鉄火弾のマークは明日のデカールにはありませんからね。通常のデカールは段差が結構目立ってしまうので、この後の研ぎ出しが重要になってきます。いい感じに貼れたんじゃないでしょうか。他のデカールも貼り付けたら研ぎ出しの準備を始めていきます。まずはデカールを保護するためのクリアをさっと砂拭きしていきます。ここはもう最小限、本当に薄く塗るだけで大丈夫です。乾いたらクリアを厚めに2回拭いていきます。ここは希釈も濃いめにして塗膜の厚さを重視して塗っています。塗膜が薄いと研ぎ出しでデカールを傷つけてしまいます。クリアを塗り終わったら研ぎ出しです。まずはバフレックスの3000番で表面を平滑にしていきます。一見光沢が出ていても微妙な凹凸が結構存在しています。ヤスリで削って一網打尽にしてやりましょう。削り終わったのがこちら。見事なまでに光沢がなくなってますね。しっかりとヤスリが当たっている証拠です。次は今回から導入した新研磨剤ウルトラフィーナで磨いていきます。まずは目消し用からスタートです。初めて使ったのですが、これは本当にいい商品ですね。車なんかに使われるものらしいですが、効率的に研ぎ出しができます。磨き終わったのがこちら。本当に良い光沢です。3000番で磨いた表面からあっという間にこの反射は素晴らしいですね。扱いやすさ、速度、仕上がりともにトップクラスだと思います。次は仕上げ目用で磨いたものを見ていきましょう。これ見てください。今までいろんなコンパウンドを使ってきましたが、おそらく最高の光沢です。では最後のグロスアップを使用後、こちらも見ていきましょう。元が綺麗なので分かりづらいですが、一層輝きが増しています。光沢が綺麗すぎてもはや透明感すら感じるレベルです。これで研ぎ出しは完了です。クリアパーツの処理を忘れていました。こちらも研ぎ出しと同様の手順で磨いております。素晴らしい光沢と透明感になっているかと思います。では最後に部分塗装と思ったのですが、カメラが回ってませんでした。作業を全て取り逃してしまいました。タミヤのエナメル塗料を使って塗装しております。シリンダー部分などはゴールドリーフ、各所のケーブルなどはクリアオレンジを使っております。それでは完成に向けて組み立てを行っていきましょう。 MGSD は初めて作ったのですが、この小さな SD にマスターグレードを思わせるディティールが入っているのはすごいですね。素組みの段階でもこれはいいキットだなってなりました。作っていてとても楽しかったです。動画の方につきましては、今回もカメラが回っていなかったり、裏でいろいろなアクシデントがあったりしましたが、なんとかアップロードすることができました。プラモデル制作はもちろん、映像制作の腕も上げていきたいところです。さて、そろそろ完成です。動画をご覧いただきありがとうございました。感想などございましたら、ぜひぜひお気軽にコメントなどいただけますと嬉しいです。チャンネル登録や高評価などもお待ちしております。それでは完成動画をご覧ください。